で、歴史から学んださ、政治家っているかよ、軍人がいるかよ、いないでしょ。歯に衣着せぬ発言と軽眼で社会を切る富野義行。ロボットアニメに捧げた人生。音体や音ハゲなどの愛称で親しまれる伝説のアニメ監督富野義行。宮崎駿と並び立つ彼の功績はどのように成し遂げられ、アニメ史に名を刻むほどの存在になったのでしょうか。彼は単なるロボットアニメの巨匠ではなく、その鋭い社会批評や独自の哲学によって数多くのクリエイターに影響を与え続けています。一方でその歯に衣着せぬ発言や厳しい作品作りはしばしば論争を引き起こし、時に毒舌とも評されます。それでもなお、多くの人が彼を伝説の監督として尊敬を集めるのはなぜでしょうか。彼の人生と作品に迫ります。アニメ界の革新者、富野義行の軌跡。富野義行本名富野義行は1941年に神奈川県に生まれます。日本大学芸術学部を卒業後、手塚治虫率いる虫プロダクションに入社します。当初はアニメーターではなく演出家としてのキャリアを積み、鉄腕アトムの演出などにも関わっていきます。彼の名が広く知られるようになった初期の作品に海のトリトンがあります。本作は手塚治虫の漫画を原作としたテレビアニメでしたが、富野は監督として大幅な改変を加えます。原作では単純な冒険物語だったものを、トリトン族とポセイドン族の戦いという対立構造を強調し、よりシリアスでドラマティックな物語に仕上げました。この変更は当時としては非常に大胆なものであり、最終回において実はトリトン族もまた侵略者だったという衝撃的な展開を見せるなど、後の富野作品に通じる単純な完全懲悪を否定する視点がすでに現れていました。しかしこの改変は手塚治虫や関係者の意向と異なる展開で、富野は後に方々から激しい反発を受けることになります。手塚はテレビ漫画のトリトンは自分の作ったものではないと、原作を提供しただけだと距離を置き、富野もまた原作がつまらなかったと堂々と改変した理由を述べています。この経験は後の作品作りにも大きな影響を与え、子供向けと割り切らず大人の鑑賞にも頼るものを表現するスタイルが確立した契機となりました。その後サンライズに移籍し、70年代後半に無敵超人ザンボット3や無敵後人大ターン3などのロボットアニメを手掛けます。機動戦士ガンダムとリアルロボットアニメの創造。富野がその名を不動のものとしたのは1979年に放送された機動戦士ガンダムです。当時ロボットアニメは完全懲悪のヒーロー物語が主流で、敵は悪であり主人公は正義として戦うという図式が一般的でした。しかし富野はこの枠組みを大きく崩し、戦争に正義はない、人間同士が戦う理由には複雑な背景があるといったリアリズムを持ち込みます。ガンダムのストーリーは地球連邦軍とジオン公国軍の戦争を中心に展開されます。主人公アムロ・レイは連邦軍のモビルスーツガンダムに乗ることになりますが、彼自身は戦争に巻き込まれた一般市民であり、戦うことへの葛藤を抱え続けます。一方敵役のシャア・アズナブルもまた単なる悪役ではなく、復讐や理想のために動く複雑なキャラクターとして描かれました。このような多層的なキャラクター造形はそれまでのアニメにはなかった革新的な要素であり、視聴者に深い印象を与えました。当初視聴率は低迷し、打ち切りの浮き目にあったものの、その後の劇場版3部作が大ヒットし、ガンダムは一大ブームとなります。特にプラモデルガンプラの人気が急上昇し、玩具メーカーのバンダイにとっても大きな成功をもたらしました。リアルロボットアニメという新たなジャンルを生み出したことと、アニメ関連商品による相乗効果を生んだビジネスモデルは後のアニメ業界に絶大な影響を与えました。富野義行がアニメ業界に残したもの。富野の功績はガンダムだけにとどまりません。聖戦士ダンバイ、重戦記エルガイム、伝説巨神イデオンターン A ガンダムなど多くの作品を世に送り出し、常に挑戦を続けてきました。彼の作品はヒーローものとして終始せず、
人間の本質や戦争の悲惨さを鋭く描くことで、単なるエンターテインメントでは終わらない深みを持っています。そしてその独特なセリフ回しや演出スタイルはしばしば富の節と呼ばれ、多くのファンに愛されてきました。また彼の発言は毒舌や暴言として話題になりますが、その背景にはアニメ業界や社会への鋭い批評精神があります。アニメは娯楽であっても表現者は社会を映し出すべきとの信念のもと、様々な問題点を容赦なく指摘し続けています。彼の鋭い社会批評は時に辛辣ではありますが、時代の流れを見極めた慧眼によるものであり、多くのクリエイターが彼の思想に影響を受けています。80歳を超えた現在もなお、彼は創作意欲を失っておらず、常に新作への意欲を見せています。彼がこれまで築き上げた作品群は、単なる過去の遺産ではなく、今なお多くの人々に新たな視点を提供し続けています。富野義行が切り開いた道は、これからのアニメ業界や日本にとって大きな指針となり続けるでしょう。